皆さんおはようございます。今日も運転中です。今日は雨です。しかもこの時期には珍しく結構強い雨が降っています。強い雨が降っていることを雨がザーザー降っていると言います。この雨に関する表現、言い方っていうのはたくさんあって、例えば少ししか降ってなかったら雨がパラパラ降っていると言います。あまり日常会話で使う人はいないですけど、雨がしとしと降っているということもできます。あと、バケツをひっくり返したような雨という表現があります。これは水を汲むためのバケツ、容器のバケツをひっくり返す。そうすると水がたくさんこぼれますよね。あれぐらい強い雨が降っているという時に使えます。また、ザーザーとかしとしとパラパラとは違う表現ですが、土砂降りという言い方もあります。土砂降りは雨が本当に強く降っている時に使います。なので雨がザーザー降っていると土砂降りは近いです。で、この雨がたくさん降っている表現はまだまだあって、例えば大雨、これは大きい雨と書いて大雨ですが、これも雨がたくさん降っていることになります。で、さらに雨が強いと豪雨と言います。あと、この漢字2文字で表す雨の強さはもう一つ言い方があって、それは小雨です。小雨、小さい雨と書いて小雨。さっきは大きい雨で大雨というのを紹介しましたけど、小雨はその逆です。でもこの場合、小雨とは呼ばずに小雨と呼びます。基本的には雨が降ってるといえば伝わりますので、そこまで全部覚える必要はないんですけど、その中でも、どんな雨なのかを表現するときにさっきの単語は使います。ただそれも別の簡単な言い方をすることもできて、雨がちょっと降ってるとか、雨がめっちゃ降ってるとか言えば別に伝わりますので、小雨、豪雨、大雨などの、単語を使わなくても全然問題ないです。だけど自分が話すときはそれでいいですが、聞くときは知っていないと理解できないので覚えておいた方がいいと思います。特にニュース番組、日本のニュース番組を見ていると天気予報がたくさん流れます。日本人は天気予報が大好きです。天気のことばかり考えてます。それでニュース番組の中で天気予報のコーナーっていうのがあって、そこでは今日は大雨ですとか、今日は豪雨ですとか、そういう表現を使いますので、今日の単語を覚えておくと分かりやすいです。あともう一個言い忘れたのが、雷雨っていうのもあります。雷雨の雷は雷です。なので雷雨というと雷が落ちてるし雨はめちゃくちゃ降ってるみたいな、めちゃくちゃ天気が悪い日です。今自分で話してて思いましたけど、この雨という単語、日本語は全体的にそうですが、読み方がコロコロ変わるので覚えるの難しいですね。例えば雨がちょっと降ってる時の小雨だと雨と呼びますし、雨がたくさん降ってる大雨というと雨と呼びます。だけど豪雨、激しい雨が降ってる時豪雨、この時はうと呼びます。そして最後雷雨もそうですね。これもうと言います。なのでどういう組み合わせの漢字かによって読み方が変わってしまうので、本当に難しいなと
思いました今。なのでこういうのを覚えていくのは多分中級の人からでしょうね。最初はこういうのを覚えようとすると大変じゃないかなと思います。なのであくまで日本語で会話をしたいとか考えている人は、雨が降っているを覚えていれば、あとは雨がたくさんとか雨がちょっと降ってるっていう言い方を組み合わせれば同じことが表現できるので、それでいいのかなと思いますね。最初はお疲れ様です。私は今テンションが高いです。テンションが高いっていうのはエキサイテッドな状態ですね。こうワクワクしてるような、興奮してるような、そういった感情の時に使います。テンションが高い、テンションが上がっている。でもこれは英語の意味で考えると少し変な感じがします。英語のテンションはどっちかというとこう張り詰めていて緊張している状態、ピーンって張っているような状態なので、日本語で言うテンションが上がっているとかの使い方とは少し違うと思います。とにかく私は今テンションが上がっています。でそれはなぜかというと、このチャンネルを始めてからずっと字幕をどうしようかと考えていました。なぜかというと、日本語の場合漢字とひらがなが組み合わさって字幕が作られると思います。だけど漢字は難しいので読むのが苦手な人も多いです。なので理想を言うと、漢字のすぐ上にひらがなが載った字幕を用意するのが一番いいと思いますが、それをするのが大変なんです。なので一番最初の動画では上がひらがなだけで下が漢字とひらがな混ざったやつを並べて、字幕を YouTube の設定ではなく動画内に、書き込んで、アップロードしました。でテンションが高い理由なんですけど、字幕に関してなんですが、漢字の上に振り仮名を振って YouTube の字幕を登録する方法を見つけたからです。私の中の理想的な字幕の提供は、動画には何も字幕を書き込まずに YouTube 側の設定で字幕を読み込めるようにするのが自分の中でベストだと考えていました。だけどそれには問題があって、漢字の上にちっちゃいひらがなを載せて用意するタイプの字幕は YouTube でできないと思っていたからです。なのでもしその字幕を用意しようとすると、動画の編集のタイミングで自分で作るしかないと考えてました。だけどそれをやりたくないのは、例えば英語で見たい人がいた時に動画に字幕を直接入れてしまうとそれが邪魔になると思ったからです。ですが今日漢字の上にちっちゃいひらがなを乗っけたまま YouTube の字幕をアップロードする方法を見つけましたので、テンションが高いんです。なので字幕をまだつけてない人はつけてみてください。多分漢字の上にちっちゃいひらがなが載っていると思います。非常に残念なお知らせですが、この漢字の上に小さいひらがなが載った字幕というのはパソコンで YouTube を見ている人にしか表示されないようです。スマートフォンで見ている人にはカッコの中にひらがなが入って表示されるようになってしまいます。これだと少し見づらいかなと
思っていますが、どうでしょうか。コメント欄で教えてください。これで字幕を消して見てみて、分かんなかったところを字幕をつけて確認して、それでも分かんなかったら英語で意味を理解してなど、人によっていろんな使い方ができるようになったと思います。実際字幕が動画に直接書き込まれていると、字幕を見ようと思ってない人でもついつい目で追ってしまうと思います。なのでこういった問題を全て解決できる方法に今日出会えてよかったです。もう字幕の話ばっかりしてるので、このまま字幕の話で全部いこうと思います。皆さんは自分の言語ではない映画を見るときに吹き替えで見ますか？それとも字幕をつけて本物の俳優の声で映画を見ますか？私は長いこと字幕を表示して、言語は例えばアメリカの映画だと英語のまま見ることが長かったです。今では少し英語を直接聞いて理解できますけど、当時は全く英語を知らないので、別に英語の勉強をしているというわけでもなく、ただ俳優の本物の声を聞きながら見たいと思ってそうしていました。この辺は友達とも意見が分かれるところなので、映画館で映画を見るときなどは少し困ります。だけどその後私も吹き替えで見ることの良さに気づきました。吹き替えの映画の何がいいかっていうと、字幕を見ながらだとあまり映画に集中できないからです。例えばアクション、動きの多いシーンで、かつ話すことも多かったりすると、どっちにも集中しないといけないのですが、私は英語を知らないので、字幕を見るしか話の内容を理解する方法はありません。なので自分の意識を半分字幕を見ながら、半分は映像も見れるようにコントロールして見てました。なのでそんな見方をしてたから、あんまり映画に集中できてなかったと思います。でも何かのきっかけで吹き替えで映画を見たときに、ものすごく映画そのものに集中して見ることができました。そこから私は映画を吹き替えで見るようになりました。ただし今は英語で見てます。なぜかというと、私は英語の勉強を始めたからです。なので少しわからないところがあったとしても、英語で基本的には見ています。一つ違う点があるといえば、英語の音声で見ていますが、英語の字幕もつけています。というのも、音声だけだとやっぱりわからないところがあるので、字幕をつけてみています。なので字幕のありがたみは分かっています。ただ英語の場合は読み方っていうのはあまり難しくない。基本的には書いてあるアルファベットの通り読むので、自分のイメージ、想像と答えがあまりずれないです。だけど日本語の漢字の場合は、想像すらもできないですよね、知らないと。なので基本的に読み仮名、振り仮名、ルビ、いろんな言い方がありますが、必須なのかなと思いました。もう終わりにします。動画の感想といいねよろしくお願いします。またね。ババンババンバンバンババンババンバン。